鈴木学です。さて今回はオプションスーパーフェスということで、これはですねオプション本誌500号記念イベントということで、京都の嵐山高尾パークへ公道ですよ、公道ね。この公道の中で有名人が集結し、デモ欄に物販ブースにドレコンなんかものすごい数が集まりました。さらにステージイベントなど盛りだくさんのオプション史上最大規模の読者参加型イベントというところで、そんな中今最も話題の車 A90 スープラ、そうニュースープラがなんとサプライズでのデモランしちゃいました。そして実はこの日の早朝パークウェイを使って公道スーパーラップもしちゃったんですね、これね。はい、ということで完全にその公道はプロドライバーがドライブというところですから、これを見て真似なんか絶対しないように。それでは参りましょう。リズノプレゼンツ峠タイムアタック。関西系で今日はドライですね。はい、今日はドライです。まだ濡れてるんだよ。ちょっと濡れてました。やっぱり無理しないで、やっぱり走らないと。俺にね、全開で走ってもらいたかったら、お前らの心がけ次第だよ。心がけだよ、本当に。どういう心がけ？扱い。大丈夫、もう全開で走ってるからもう。全開で走ったらあかんとこも走ってる。そう。それではまずスイフトから4台行ってみたいと思いますけど、このスイフトね、まあ去年から各メーカー各ショップがかなり力入れてますけれども、とにかくお手頃価格で、さらにはターボ車だもんだから、本当にチューニングもしやすいし、街中の走りからサーキット走行まで、それはね本当にみんなが力を入れるわけがよくわかります。しかしそんな中でもやっぱりこの3大メーカーがかなり力を入れているというところで、 HK ストラスとブリッツ、さらにはショップの車まで一体どんな走りをするのか、早速見ていきたいと思います。まあ何かあったら、どうせ谷口も乗ってるから谷口のせいにしとこうよ、そのね。あいつが全部このね。だって HK さん苦い顔してますよ。いや全然大丈夫。さあそれではまずはこのスイフトは HKS5、 ドライバーはターザン山田、260馬力タービン交換というところで、さあこの峠道ターザン山田どんな感じで走るのか。いやしかしやっぱりこう見ても峠を走ってるっていうのは迫力あるね、これね。さあそして意外に慎重なこのステアリングさばきか。タイヤも鳴ってる、パワーはあるけど、実は今回はちょっとタイヤは細めなんで、タイムの方はどうなんでしょうか。まずはここまで第1セクター、こっからの第2セクターはちょっと上り区間というところで、まあいきなりね乗ってるわけだから、何度も試してるわけじゃないんで、この先がどうなんのか。そして公道だけによもやの正面からなんか車が出てくるなんてこともね、封鎖してるからないんだけども、この辺はドキドキしながらこの2車線をふんだんに使って、いい調子で駆け上がっていくタービン交換 HKS のマシン。さあこのターザン山田がドライブしてどのぐらいのタイムでまず来るのか。 HKS としても峠でも負けられないでしょう。さあお次はトラスト号です。ドライバーは飯田明。このトラスト号の仕様はハイフロータービンに交換されて、ブーストは 1.2 キロで190馬力。まずのパワーが出ているものの、さあ勢いよく駆け抜けてるぞ。この辺はタイヤはポテンザの RD12D を履いて、前が235、後ろが215、なかなかのこれ峠セッティングの中で飯田明果敢にまずは第1セクター下りを攻めきっている状態。一瞬でないものの、それでもこのスピードは十分なところ。第2セクター上り区間今スタート。しかし本当にやっぱり何回見ても何度見ても峠は峠、公道は公道、
もう迫力十分。この駆け抜け、全開での駆け抜けはやっぱりプロドライバーならではというところだとは思いますけど、壁ギリギリの状態、これ間近で見たらすげえ迫力あるんだろうな。これ本当に動物とか飛び出てきたら本当に怖いとは思うんだけどね、これね。さあというところは飯田明、こういったところもかなり踏み込んだ状態。それでもマージンを取りつつ今フィニッシュ、どうでしょう。さあ続いてはブリッツ号、ドライバーは飯利博之ということで、さあ飯利も峠はね相当踏み込んでくるドライバーだけにどんなタイムが出てくるのか。ブリッツボルトオンターボ仕様の 183.6 馬力、そしてこの派手なカラーリング、前日に出来上がったばかりだね。そしてよく見るとリアバンパーあたりもオリジナルのこのエアロがナイスなブリッツスイフト。さあそしてちょっとパワーは他メーカーから比べると控えめだけども、さらにはタイヤがちょっと今回はね実利というところで、この第一セクター、このあくまでもストリート仕様というところでのボルトオンターボ、それでも果敢に攻め込んでまずのタイムを出してきそうな、そんな感じの中見えてきたね。かっこいいね。この峠を駆け抜けていくこの派手なマシンが、さあちょっとには似合いそうだけれども、こんなものが峠で走ってたらちょっとビビるぞおいというところで、さあ上りの第2セクター、飯利が踏み込んでなんとか他メーカーには負けたくないところだけれども、そこそこ走りきれれば前日に仕上がっただけに十分かというところかもしれないブリッツスイフト号。さあタイムの方はどうでしょう。さあお次のスイフトは3メーカーに割って入ってこようというのがトップフューウェルのスイフト、ドライバーはターザン山田というところで、このマシンの仕様 GT3FX タービン交換200馬力。さあとはいえ結構な勢いで跳ねながら来たぞ。割とバンピーなこの峠というところをねじ込んでターザン山田、さあどんな走りを見せてくれるのか。タイヤが鳴る2車線を思いっきり使ってアウトにアウトで駆け抜ける、こんな走り峠でしてみたいもんだ。再びここから上りの第2セクター、このトッピフーエルのタイヤはアドバン A052、225と215の組み合わせ、要するに結構サーキット本気しようというところだけに3メーカーに負けたくない、いやその上を行きたいというところでしょう。結構な今この S 字の抜け方、褒めたくないけれど結構ターザン山田、まずこれ踏み込んで峠も走り慣れている、そんな感じがする第2セクターはどうでしょう。さあということでまずはスイフトの4台が走りましたけれども、タイム的にはね実は僅差で HKS 号、これちょっとパワーに物を言わせてというところだったんですけれどもね、今回タイヤが細かったんですね。なぜか205、これなんだかよくわかんないんですけどもね。そしてそれに肉薄したのがトッピフューエル、さらにはトラスト号というところ、この辺はきっちりとね235215、もしくはトッピフューエルも225215ね、こういったところのタイヤを履いてきましたから、この辺はちょっと同じような条件で走るとですね、 HKS さらにはトラストトッピフューエル、これはまだまだちょっとタイム分かりませんねこれね。さあ続きましては FD-RX7 対決ということになりますけれども、東西の有名ロータリーショップのストリート対決、3台の RX7、 一体どんなタイムが出るんでしょうか。社長お願いします。社長さあまずは中も青いぞ。RE アマミヤ X レスポンス、非常にかっこいい RX7、ドライバーは飯利博之。この辺はまだまだセッティングがね決まってないって海女さん言ってましたからね、
峠このバンピーな状態をねイーリがどうここ乗り切れるかというところだとは思いますけれども、 13B サイドボートのこのタービン交換仕様でさあどういうことになるのか。まずはしかし速いだけにちょっと怖えぞこれ。やはりこの辺はまだまだちょっとバンピーな状態でマシンがちょっと跳ねるのかな。こういったところはまだねセッティングができてないというところですから、それでも頑張って走らなきゃいけないというところ。そうタイヤはアドバン A052 前後265サイズ、まずまずのタイヤを履いてでのこの峠のタイムアタックは第2セクター。いやしかし外から見るとかっこいいね。峠プラス RX7 ね似合うな。やっぱりな。海女さんはね湾岸の方がいいって言ってましたけど、やっぱり RX7 は峠も似合うというところで、こういったところはなんとかイーリがねじ込んで防ぐんで、なんとかいいタイムでいきたい第2セクター。どうでしょう。さあ続いてのRX7 はバンスピード号、ドライバーは佐々木正宏というところで、さあこの佐々木正宏ねほとんど寝ない状態で運転してるはずなんだけどね、昨晩本当に夜遊んでたからなこの男な。それでもこのバンスピード号通勤快速号だ。いつものタービンは交換せずに純正タービンでのブーストアップしようというところで、これあれなんだよね、本人佐藤君がいつも自分で乗ってくるぐらいだからね、本当にね特に快速なんでしょうけども、とはいえ速えんだ実はこの車。サーキットからストリートまで、まずは第1セクター。確かにちょっとしなやかな感じ、そんな感じで今スタートしてった第2セクター。それでもタイムは出してこようというところで、ダンロップディレッツァベータ02の前後255仕様、こういったところは意外に本気な感じだぞ。パワーは360馬力とちょっと控えめながら、それでもタイムは出してこようというパンスピードらしいこの RX7FD。 そして小刻みなこの修正ステアリング、このどっちを見た方がいいのか、外景色か中の運転かと言ってる間に第2セクター終了。さあ続いての RX7 は藤田号、それに乗るのは和田急。これ乗り慣れてるからね。そして峠でもサーキットでもむっちゃ速い RX7 だからねこれね。 13B サイドポートのこのタービン交換は500馬力というところで、ただやたらめったらパワーを出すだけではなく、こういった峠でいかに運転しやすく、そしてタイムを出せるかというところがこの藤田エンジニアリングの RX7 の凄さだけに。さあまずは第1セクターどんなタイムなんだ。動きを見てるというよりも周りの流れる景色が、この後見てください、速いんだこの車。さあ第2セクターがスタートしてったぞ。そして今回なんと本気だぞ藤田さん。履いてるタイヤリアタイヤ315フロント295、リア315、アドバンの A052、それが来てタイヤ履いて峠攻めてタイムを出してこようというところは、いやー負けず嫌いの藤田エンジニアリング、タイヤが315のタイヤが鳴ってた。おい和田急すんげえなこれ。この多分速さはピカイチかも。さあということで今回のこの RX7 の3台はやっぱり思ってた通り藤田エンジニアリングの RX7 速いねこれね。これね RX7 の中で速いというだけでなくトータル的にもなんと2番手のタイム。いや恐れ入りましたっていうか狙ってたからね。逆に海女さんとこの X レスポンスは実はまだねやっとナンバーつけて公道を走れるというようになっただけで、これから峠それからサーキットそういったところのセッティングをしていくということなんだよね。海女さんが普段ずっと乗ってますからね。海女さんが乗ってると公道もサーキットもセッティングできませんのでね。あとはね湾岸なんかをどんだけぶっ飛ばせるかというところのセッティングまでですから、そこまでできたんでもうちょっとしたら多分サーキットでもすげえ速いタイムが出るんじゃないかと思いますけれどもね。パンスピードなんかもねやっぱりさすがです。なんか一見ねなんか大したことないのかなと思いながら、いっつもこのねパンスピードのマシンはねサーキットでもそして峠でもタイムが出る。多分乗りやすいんでしょうねいうところの RX7 の3台でした。
さあお次は RX8 対決の2台というところで、どちらもタイムアタック仕様の NA ということでね、ちょっと地味めに感じるんだけれども、それでもサーキットなんか相当走り込んでいるタイムアタック仕様のこの2台、一体峠ではどんなタイムが出るのかな。さあまずはレグモータースポーツ RX8 ドライバーは和田Q、独特なロータリーサウンド。この NA の8は250馬力というところで、とはいえしなやかな動きだぞ。この辺のバンピーなところも駆け抜けていく。この和田Qも意外にこれ峠攻めるね。今回のドライバーの中では最年長なんだけどね、本当に楽しそうに乗っているということは相当に仕上がったマシンという感じがするぞ。いよいよ第2セクターのスタート。こっからは上り区間。さあ見えてきた。いい音だ。相当回りそうなロータリーのこの高回転の音がね、8ならではという感じで聞き取れる感じはあるんだけれども、走りの方は攻めてる思い切ってこういったコーナーをアウトインアウトで駆け抜けていく。この RX8 普段のサーキットの走りとはちょっと違った状態で、それでもなかなかいい感じで、どんなタイムがおっと出てくるのか。修正アップねえだおい。さあ続いてのマシンは佐藤翔海 RS パンテラ RX8 というところで、ドライバーはこれまた佐々木正宏だ。さあ派手なこのステアリングを佐々木がいい感じで駆け抜けていくぞ。RS パンテラとしてはこのマシン実はそんなにねあんまり見たことないんだけども、どうやら相当サーキットも走り込んでいるというところで、峠でちょっと実力拝見。さあこの辺も綺麗に全開で駆け抜けてどうなんでしょうか。そしていよいよ第2セクターにかけて、実は今回のこのマシンは総エンジンはいじっていない200馬力仕様というところなんだけれども、どうやらエキセントリックシャフトこんなところを加工して1万回転は回るという NA ロータリー。そんな音をちょっと聞いてみたいという感じがする。俺のしゃべりがうるさいと聞けないというところで、レスポンスいいね。結構いいレスポンスとそのステアリングさばきで、さあどうでしょう。さあこの RX8 の2台のタイムは若干レグの方が早かったんですけどもね、パワーに物を言わせたレグの RX8、 そして RS パンテラの方はですねパワーはないんですが、実は今回はこの峠で A050S タイヤを装着、それも前後265というところだったんで、この辺でパワーとタイヤで行ってこいというところでしょうかね。いやーということでね、これ改めて見てましてもね、行動はやっぱり迫力あるね。こんなところよくあいつら走るよね。本当にね大したもんです。マシンの詳細ね、スペック、それからですねドライバーのコメントなんかはですね、ぜひ10月26日発売のオプション本1 12月号、こちらを買ってみていただければいいかなと思います。ということで次回は GTR からライトウェイトスポーツまでまとめてお届けいたしましょう。